こんにちは、つんです。先日コミュニティでもお伝えしました通り、今回は実家じまいの記録、それの前半となります。リクエストいただいた方々ありがとうございました。はい。で、今の実家は私が中学生の頃に建て替えて、もう早40年、ボロボロでちょっとお恥ずかしいんですが、今回は実家を空っぽにするまでの記録を2回にわたってお伝えしていこうと思います。まあね、今後実家じまい控えてるよっていう方もいらっしゃると思うので、少しでも参考になれば嬉しいです。で、ちょっと実家のことを軽くご説明すると、かつてはですね、1階に祖父と祖母、2階に両親と姉と私、2世帯の6人で住んでいました。で、姉と私が結婚して家を出た後、祖父と祖母が亡くなって、ここ20年ほどは両親が2人で暮らしていました。年々老朽化していたので、一度はね、私が一緒に住もうって言って2世帯住宅の建て直しを計画したんですけど、基本設計も終わってた頃に、やっぱりね、引っ越しも仮住まいもしんどいっていう風に言われて、2世帯住宅の計画はね、そこで頓挫しちゃったんですね。ということで、私たち夫婦はこの時に実家の近くのマンションを購入しました。今住んでいるマンションは実家からバスで15分ぐらいの距離にあります。あの時すでに両親は高齢だったので、あと10年早かったら建て直してたかもしれないですね。で、実家に帰るたび物が増えてるなぁとは思っていましたが、父がね、片付けるの嫌がったんですよね。なので、そっと見守ること数年。一昨年、桜が満開の頃に父が86歳で亡くなり、その直後に母が、もうこの家いらないと言い出しまして、事態は一気に動き出しました。はい、ということで、ここからは片付けのお話です。まずはじめに本の片付けから始めました。亡き父は油絵が趣味だったので、美術書専門の古本屋さんをネットで探して、訪問買い取りをお願いしました。で、査定しやすいように和室に全部運び込んだんですが、値がついた本はね、本当にわずかでしたね。買取金額は全部で5000円でした。母もね、結構本読むんですけど、母の場合は読み終わったらすぐにブックオフとかに売ってるみたいで、そこは結構助かっています。その他、不要な本は束ねて置いておいたら、資源ごみの日にたまたま実家に来てた姉が全部出してくれました。実家の片付けで一番面倒だったのは書類の山でした。っていうか、父の部屋は段ボールだらけ。で、父の部屋もですね、紙物多かったんですが、母の部屋にもどっさりありました。最近はね、個人情報云々があるので、時間がある時に少しずつチェックをしました。書類はもうやんないよ。で、むやみに捨てられない書類だけは箱に詰めて、機密書類処分サービスを利用して捨てました。で、個人情報といえばパソコンもそうですよね。使わなくなったパソコンもそのまま放置されていたので、これは環境省認定のパソコンリサイクル回収業者、リネットジャパンっていうところにデータ消去ごとお願いしちゃいました。申し込んだら段ボールに詰めて出すだけなので結構楽でしたね。おかげですっきりしました。はい、当然ながら衣類も山のようにありました。着てないならね、捨てるっていうのが一番楽なんですけれども、まだ綺麗なのにもったいないっていうことで、なかなかね、踏ん切りがつかないっていう時もありますよね。で、母親は古着でワクチンっていうのをたびたび利用していたみたいです。
というわけで今回も不要になった服を送ることにしました。これね、3000円ぐらいかかる有料サービスなんですけど、送った衣類はカンボジアなど30カ国で再利用される上に、発展途上国の子供にポリオワクチンが寄付できます。まあね、寄付とかリサイクルなら捨てる罪悪感も少なくできますよね。ちなみに服はまだまだいっぱいあります。で、実家のアトリエには父が書き溜めた油絵が大量にありました。もうどうすんのこれっていう感じですよね。この裏にもまだまだあります。で、父は生前、おじいちゃんの片付けは俺らがやってめちゃめちゃ大変だったんだから、俺の片付けはお前が全部やるんだぞと、たびたび私に言っていましたが、本当に何一つ就活しないまま行ってしまいました。もうほんと有言実行だなおいって感じですよね。こんなでっかいのまで置いていきました。皆さんのお宅はどうですか？親御さん就活されていますかね？はい、おい。はい、あるね。しかしね。で、今これは何をしているかというと、この翌日に大手買取業者さんが訪問買取に来る予定で、父の絵はね、素人の趣味だから売れないだろうけれどもって言うと父が怒るけども、せめて額縁は持ってってくれないかなと思って査定しやすいように広げているところです。厄介なことに屋根裏にもあるので一生懸命下まで下ろしました。はい、ということで翌日ですね、CM でもよく見る大手買取業者さんに査定いただきました。そしたら、まずは額ですかね。そうですね。絵の方はないですよね、買取は。絵の方の買い取りもさせていただいて。そうですか。こちらもですね、やっぱり、有名な作家さんだったり、そういったものがやっぱり売れたりするんですけれども。有名ではないですね。有名ではないですね。結局額縁もね、高価なものはないので、結局一つも買い取りはしてもらえませんでした。そして着物もね、今は需要が少ないので、よっぽど高価なものでない限りは値はつかないそうです。やっぱり訪問着だったり、付け下げだったりとかってなると、もう少し、それでも1着500円とかなんですよ。500円いったらすごいいい方で、どちらもやっぱりお着物買われてる方って、やっぱり価値観がやっぱり高かったりするので、お値段伝えない方がやっぱりいい時もありますし、もうたまったもんじゃないですよね。そうなんですよ。着物は持っていかないの？着物もですね、一応お持ち帰りすることはできるんですけれども、やっぱりお値段つかないので、なんでしょう、伝えるのも心苦しいというか、そのぐらいになってしまうんですね。はい。まずこちらのイミテーションのアクセサリー式が300円と、時計一式100円のセイコーの時計2点ですね。で、100円。カメラ本体。カメラ本体でこちら200円です。200円。と、こちらのポラロイドが50円と、別注との食器が150円。と、こちらの中国の書道具が100円でございます。わかりました。ありがとうございます。うちにはね、高価なものなどあるはずもなく、買取屋さんに申し訳なかったなと思うと同時に、手間と時間はかかるけど、メルカリで売った方が高く売れたかなとも思いました。で、物を減らす方法で意外と効果があったなと思ったのが、ご自由にお持ちくださいです。新品のまま使ってないお箸とか、比較的綺麗な食器とか、箱のまま保管していた贈答のタオルとか、そういうのを出していたらですね、数時間後には結構持って行ってくれました。ということで、捨てるしかなかった母親の趣味のシャドーボックスの作品を並べてみることにしました。父の油絵同様、こちらもかなりの数があります。そしたら、なんということでしょう。数時間後にはこの通り、綺麗になくなっていました。
これにはね、もう嬉しくなってどんどん出しました。決してね、人通りが多い道じゃないんですけど、思っていた以上に持って行ってくださる方がいてびっくりしました。まあね、この方法マンションだとね、ちょっと難しいと思うんですが、一軒家ならご自由にお持ちくださいっていうのはおすすめです。で、捨てるしかないと思っていた大量の油絵も、後日、父の絵の仲間が引き取ってくれました。本当にありがたかったです。大きな絵はね、さすがに引き取り手がいなかったんですけど、大半を処分せずに済んで、とっても嬉しかったです。このね、大量にあった使いかけの絵の具も、筆も額縁も大きなイーゼルも、まだ使えるものはまるっと持って行ってくれました。これには父もきっと喜んでくれていると思います。実家の片付けと並行して母の新居も探しました。父が亡くなってから数ヶ月はね、母もそのまま実家に一人で住んでいたんですけど、やっぱりね、かつて6人で住んでいた家は母一人には広すぎるし、防犯の面とか食事の面とか何かと心配なことも多いので、何軒か内見をして、うちから徒歩圏内の左高樹、サービス付き高齢者住宅に決めました。はい、そして無事に契約も済んで、次は引っ越しの荷造りです。本当に必要なものだけ新居に持っていきます。傘いっぱいあるんだよね。なんとかね。傘だけじゃないよ、いっぱいあるのは。はい、そして父が亡くなってすぐはもうこの家いらないと言っていた母ですが、引っ越し準備の時にやっぱり残しておくって言い出しまして、まあね、長年住んだ家だから思い入れもあるだろうし、揺らぐ気持ちもわかるのでしばらく残すことにしました。で、母は引っ越した後も月に2回ぐらい実家を掃除しに来たり泊まったりしていました。母の引っ越しの荷物は段ボールで15箱ぐらい。引っ越しのスタッフ2名であっという間に運ばれました。で、まだね、トラックに余裕があるっていうことで、壊れたまま放置されていた家具類を5点。まだあります。追加料金を払って処分してもらいました。たった5点なので焼け石に水なんですけれども、ちょっとすっきりしました。少し余談になりますが、母の引っ越しの荷物が少なかったのは、家具とか家電を全部新調したからです。で、私は母の新居用の家具、家電探しを一任されまして、ネットで検索したり、ニトリや IKEA に何度も足を運んだり、届いた家具を組み立てたり、セッティングしたり、大型家具の設置に立ち会いをしたり、ちなみにベッドはニトリの電動ベッドにしました。まあその他にも電気やガスの引っ越し手配、住所変更などの手続きなどなど、やることが本当に盛りだくさんでした。もちろんね、夫とか姉家族にも多少は手伝ってもらいましたが、私はフリーランスとはいえ自分の仕事もあるし、姫のお世話も毎日の家事もあります。本当にね、姫には癒されました。まあそんな引っ越しとか細々した収納の動画は YouTube にアップしてきましたが、時間のやりくりとか体力的にも正直結構大変でした。落ち着くまではバタバタしたけど、母の新居は綺麗だし、バリアフリーだし、防犯面も安心だし、いざという時の緊急ボタンもついています。有料だけど栄養を考えた食事の提供もあるし、何より新しいお友達もできたみたいで、引っ越して本当に快適だと言っているので私も安心できました。そんな母の新生活が落ち着いた頃、私も結構力尽きまして、
実家の片付けはしばらく放置していました。そして1年が経った頃、母が再び、やっぱり実家を処分してほしいと頼まれまして、とうとう売却することになりました。次回はいよいよ家の中が空になります。はい、この続きは後半で、気になる方はぜひまた覗きにいらしてください。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。